報された最弱勇者ガチャ進化で無双の頂へ。第55話無謀な計画の最終確認。シルベ天は町中から吸い上げた魔力を最後にまとめて解く放つ仕組みになってるわ。セレスは羊皮紙を指でなぞりながら続ける。だから逆手記を仕掛けるならこの門の一点に逆向きの術手記を叩く込む必要がある。大結界のエネルギーを逆流させて封印の効力を反転させる。術者の力をそのまま跳ね返す形になるの。そして言葉を区切って付け加える。でも打ち込むなら術が起動した瞬間しかない。結界が完全に展開され魔力が一気に集まった。その一瞬イーナは短剣を握りしめたまま眉を寄せる。そんな一瞬を狙うなんてそれ以外はダメなの。ダメ。まだ魔力が流れていない状態に逆手記を打ち込んでも空打ちになるだけ。完成した回路に逆向きの位相をねじ込んで初めて反転が起こるの。セレスは空中に簡略図を描き指先で回路を逆回しにする仕草を見せた。術師を倒せばってのも考えたわ。セレスが短く笑うけど無理なの。起動そのものは3日前から始まっている。もう魔力は街全体に流れ始めてるし三日月門は人なんて可愛いものじゃない。あれは巨大な自動術式よ。月と星の配置が重なるこの時間帯に魔力が極限まで増幅される。だから術師は最後の天下役に過ぎない。術師がいなくなっても時間が来れば門は勝手に開くわ。イーナの喉がふくりと動いた。でも私たちの魔力じゃ全然足りないにゃ。大結界をひっくり返すなんて。セレスは小さくうなずいた。3人の魔力を合わせても発容量の半分にも届かない。だがどこかに髪を噛みしめるように言う。だから誰が供給役になるかが問題なの。ユーマはその言葉を黙って受け止めていた。やっぱり俺がやるしかない。もう24時間を切ったわ。セレスが手元の針を置いていった。起動は明日の夜明け前。月が街を真上から見下ろす時刻に術師が門を開く。その瞬間が唯一のチャンスよ。イーナは短剣を抱え直した。もしそのタイミングを逃したら蓄えた魔力が暴走するでしょうね。町ごとをとのみする規模でセレスの口元に軽い皮肉が混じるがその眼差しには後かけらの余裕もなかった。しばらく羊皮紙を見つめていた彼女はふっと口の端を上げた。いくつだけなら単純よ。逆流の鍵は港にあるもの一点。でも問題は明白魔力が圧倒的に足りない。壁に映る3人の影がランプの揺れに合わせて伸び縮みする。ユーマはゆっくりと息を吸い込んだ。タイムリミット、魔力不足、術の複雑さ、すべての条件を思い返すたび選べる道は後津に収束していく。俺が犠牲になればいい。それだけだ。夜の港からかすかに潮の匂いが流れ込む。遠くで船団が最終調整を始めている音が静かにでも確実にと聞こえてきた。ランプの火が小さく最後の夜を照らしていた。夜明け前の港湾地区はいつになく騒然としていた。朝もやの中巨大帆船と武装輸送船がずらりと並び荷の積み込みと魔法陣の刻印作業が同時進行で進められている。船員、傭兵、黒子の術師が慌ただしく糸飼い。その足元には例の三日月門が船の底板にまで緻密に刻まれていた。屋根の上から望遠鏡を覗くリーナ。やっぱり船にも門が刻まれてるにゃ。隣でセレスは手帳を開き魔力探知の印を重ねる。淡い光の糸が空中に組み上がり港一帯を蜘蛛の巣のように覆っていく。予想通りね。町全体の門が最終的にあの機関に収
束してる。あそこが結界の隠しるべてんだわ。その船、バルドの乗る黒塗りの機関は他のどの船よりも巨大だった。船首の黒曜石の竜巣層が不気味に開封を受け、甲板には紫の結界塔が何本も立ち明滅している。つまりあそこに逆手機を打ち込むしかないってことか。ユーマの声にわずかな硬さがにじむ。セレスは小さくうなずいた。でも近づける保証はないわ。あの船の守りは尋常じゃない。その言葉を裏付けるように港にあときは濃い魔力が渦を巻いた。突如として空気がざわつき、赤黒い光柱が海面から立ち上がる。高台に立つ3人の目の前でアトツの存在が姿を現した。漆黒の広角、紅玉の僧帽、高さ3メートルを超える玉。ただ立っているだけで空間そのものが歪み、大気が重く沈む。魔族の失勢キューバルド。いやなんてリーナが思わず後ずさる。セレスも顔色を変えた。想定以上ここまで力を吹き出していたなんて。ユーマは喉がこわばるのを感じながら魚体を睨みつけた。勝てない。今の俺たちじゃ絶対に勝てない。その確信が胸の奥に冷たい石のように沈む。それでも時間は止まらない。港の時計塔が遠くで鐘を打った。残された時間はもう半日にも満たない。夜明け前、自動術式は門を開く。それだけは動かせない運命だ。どうするの？ユーマ、イーナの声が震えていた。もう飛び込むしかない。セレスも静かにうなずく。逆式は起動の瞬間にしか打ち込めない。あの船に乗り込んでシルベテンに反転の印を刻む。それしか道はないわ。3人の間に言葉が落ちる。海風が頬を刺し、機関のマストが長く冷たい影を伸ばす。自分たちがもう後戻りできないことを3人とも理解していた。かけるしかない。失敗すれば年は飲まれる。イーナが鶴を軽く吹き、震えをごまかすように笑う。逃げ道なんてどこにもないにゃ。セレスは手帳を閉じ息を整えた。逃げ道は作るものよ。ユーマ、計画を最終確認しましょう。ユーマはうなずき、地図の上に指を滑らせた。夜明け前、月が成虫する瞬間、門が開く。逆式を仕掛けるタイミングはそこだけだ。結界核はバルドの機関、その竜巣層の奥よ。セレスが補足する。侵入ルートはポリーナ。ユーマはうなずいた。エルムから聞いた地下水路にルートがある。港の倉庫からつながってて直接船底に出られる。セレスが地図を折りたたみ、手にした不殺をパチンと引いた。地下水路なら外の見張りをかわしやすい。ただし逆式を打つのは門が開いた瞬間だけ。逃したら町ごと向こう側に持っていかれるわ。イーナは矢羽を整えながら小さくこぼす。いや本当に命がけだにゃ。ユーマはその横顔を見つめ、胸の奥に沈んでいた覚悟をそっと押し固めた。船底に出ても1000人山賊の眷属がいるにゃ。気づかれずに行けるのを行くしかない。あの上位個体と正面からやり合うよりはまだ望みがある。セレスは静かにしかしきっかりと言った。起動の瞬間、私が逆式を詠唱する。イーナは守り、ユーマは道を開く。そこで一旦区切り、セレスは指先でシルベテンの印を示した。そして最後は3人でシルベテンに直接触れ魔力を流し込む。それで一気に反転させるの。ユーマは小さく笑った。命を削ってなあ。イーナが振り返る。そんな顔で言うなにゃ。演技でもない。港のざわめきの奥で波が規則的に串を叩いている。ユーマの脳裏には
上位個体ガルドの姿が重なった桁違いの魔力。あれを相手に正面から望める気はしない。あともう6時間、セレスがささやいた。その間に俺たちは何をユーマが問う。魔力を温存して私は術式の仕上げをする。3人は港の裏路地に身を潜め、薄暗い倉庫の一角で最後の準備に取り掛かった。イーナは矢に銀粉をすり込み、一本ずつ感触を確かめる。セレスは紙片に細かな式を描く込み、不殺に仕立てていく。ユーマは膝を組み、目を閉じて自らの魔力を一点に集約させた。転生してからというもの、その力の正体も限界もまだ誰も知らない。俺ならできるはずだ。胸の奥でその声だけが静かに響いていた。倉庫の外、遠くで波が串を叩く音がまるでカウントダウンのように規則正しく繰り返されていた。残り6時間続く。次回第56話、血染めの執行者バル。